ああ、軽い。我々はもともとそういうのを129年作ってきたので、工業製品を。だからむしろその職人技っていうよりも、こうエンジニアが作り上げるっていう包丁が100本作ったら100本本当に高品質をお客様に届けるということが普段からいわゆる法人向けにやってたので、だからそれを我々は今回包丁でも今までの作り方と全く違う作り方でこの高品質100本作ったら100本同じ品質を保とう。関市っていうのは職人の町なので、やっぱり課題としては職人不足っていう、社会的課題もあったので、我々としては職人がいなくても、実は裏ではねすごくエンジニアが時間をかけてそれを作り上げるんですけど、最終的には職人がいなくても、実際に今日見ていただければ分かると思いますが、本当に包丁の刃付けっていうか、心臓ですね、まさに大事な部分を研磨している方はもう2年目の方なので、女性の方なので、ボタン一つっていうほどではないですけど、でも割とそういう職人がいなくてもできる。一番光沢はあるんですけど、一番軽くて一番柔らかい。しかもこのプレート、見本に出してるプレートはもうほぼ厚み一緒なので、そうなんです。超高合金、鉄の2倍の比重があるので、同じ重さには同じ形だったらもう2倍重いとなってない。入ってこの触れてるとこだけ熱くなるような感じ。ここの触れてるところ、ここがくっついたり離れたりっていう動きを繰り返すと電気が放電していってその間に熱が発生するので、そこだけピンポイントで熱い。でもピンポイントで熱いんですけど、そう熱がかかり続けるとやっぱり曲がっていったりとか、そういう変質変形の恐れがあるので、お水でひたすら冷やしながら局所的に熱を加えて切っている。このようにワイヤー線を使ってワイヤー線を放電させて製品を加工するという担当をしております。これのメリットとしては加工効果がすごく高く加工ができるということがメリットとして挙げられます。この製品が当たります。切れてる。これ今はもう切れてる。はい。これが電気。そうですね。これで放電させて、鉄を切って細かい粒子が出るんですけど、それがスタッフというんです。それを水の力で流しながら、溶かしながら加工していく。あと放電させてるので、これがちょっと振り幅あるんです。
1000度とか何千度とかなんで、その中にしておかないと、すごい精密な加工を得意としています。図面を作って加工することによって、複雑な形状も加工することができます。難しい加工が多いですが、その分達成した時の達成感だったり、どういう風に加工しようかなっていうのも自分で考えて加工できるので、それがすごいやりがいになっております。加工方法とかも自分で加工手順も考えれるので、一からオーダーメイドで自分で作るという、オンリーワンの仕事かなと思っております。人によってお買いになっても、生産が可能っていうのを、今年からですね、これは導入始めました。で、ここに先端にこう挟み込むやつがあるんですけど、あれがパカッとなってまして、パカッて持ってそのままなっていくような形で、このグラブは、作ってあります。であとは扉閉めて、中の機械が木をこの形ですね。この形に今切り出す。ここら辺が隙間がなくビシッと出るように、ちょっとマシンでちょっとずつ調節しながら、加工していく。でそれをちょっと可能にできるのが今使っているマシニング加工っていうのが、最適かなと。
2年目で、おこの会社入って、で、おまあ新入社員で既属で入って、ここすぐついて、そこからずっと、これ1年目から一人でやられたんですそうですね。本当に1週間ぐらいで、いけそうやね、みたいな。なんかね、ああ、そうなんですよ。は本当私が入社して半年ぐらいしてから始まったなるほど。私が一番最初にスタート。まあ基本的には韓国の方で覚えたら入社してすぐなんか会社内で一番最初初めてのことやるみたいなのが結構やらせてもらってそうですね。びっくりしましたけど、最初どうです緊張しましたいや緊張しましたね。どうです最初に本当うまくいかなくて、1年目ずっとお腹痛かったですけど。上の方たちはそういうのに対してなんかこう、キック言ってきたりされるんですか？まだ技術が蓄積もないんで、なんかお互い手探りみたいな感じだったので、なんでこういう感じになったんですけど、で持ってってどうしようかみたいな。ぜひぜひ。軽い。超合金触ってもらった時は、多分単体だと重く感じたと思うんですけど、持ち手の部分に重りを置いていて、重心がそっちに来るようにしてるので。この中に？あ、そうです。この切れ味もすごい軽いです。サクッといけちゃう。へえ。やっぱり切れるだけだと、どこの包丁メーカーさんもそういうことを歌っているじゃないですか。でもそれ以上に私たち研究していく中で、あ、すごいねってなったのが、まず、切り切れるということで水分がそこにより出ていかないので、みずみずしいサラダとかキャベツの千切りとかすると、キャベツ本来の甘みも閉じ込められて、なおかつシャキシャキに食べれる。なんであれ出てこなくなる？細胞をガタガタに崩れてしまう。しっかり切り切れることで、やっぱりトマト自体の水分とかも余分に出ない。出ない。サラダとかもちょっと作り置いて食べる時にちょっとしなっとしてるっていうのも軽減できる。しかも断面がすごくみずみずしくて綺麗なんですよね。食材に対して優しく刃が入っていく、もう馴染むように刃が入っていくっていうのは薄さも生かされているのと、やっぱりその薄さを生かして作られているこの刃、スライドをするだけで切れる本当だ。はそうすると身も崩れづらい。押さない方がいいんですか？
本来だったら刃物はこのスライドすることだけで切れちゃう。指でこう持つだけで切れるんで、本当です支えてるだけですごい薄く切れたり。押して切る、引いて切るとかいろいろありますけど、結局切れない刃物を使った時に力任せに切るのが一番やっぱり食材に対しても自分の包丁の刃に対しての出が悪い。で、あ、そうですそうです。すごー。お客様の中で腱鞘炎の方とか見えたんですよ。あで、これ重い包丁を使うっていうのもしんどいし、切れない、もちろん切れない包丁なんで力入れるから余計に痛いってなるじゃないですか。でもこれだったら軽い力で切れるから、例えばそういうトマトとか人参とか切るのもすごく楽だし、便利っていうご意見もツアーの中で最後試しされるんですけどいただいたりとかするので。石っていうのは確かに日本で初めての超硬合金っていう素材を使ってた包丁なんですけども、その超硬合金の最大の特徴っていうのは切れ味がもう圧倒的で、またその切れ味が持続すると長く続くっていうのがもう最大の特徴です。この包丁を使うことによってこの包丁だけを提供するってことじゃないですね。この包丁を使って例えば今どんどん何ていうんですか、切らなくて済むっていうかカット野菜だったりとかそういうふうに言ってるじゃないですか。でもこれなんでそうなってるかっていうと、そもそも包丁を使うってそんなに楽しくないかもしれないってあるんですけど、よく切れて軽くて使いやすい包丁を使うと切りたくなりますよね。楽しくなるので、やっぱりそもそもなぜ包丁を使わなくなったのはそれ楽しくないからと考えますと、楽しくなってくるような包丁にすればやっぱりそれによってまた切りたくなる、料理したくなるとなると本当に豊かな人生に、奇跡がそれに通してですね体感してもらえると我々としては一番本望ですね。